よいしょ。はい、どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回は、以前コメントでいただいていた内容なんですけれども、私、そのさんがですね、メンテナンスとかで使っている工具ですね、どういうものを使っているか知りたいですというような、はい、コメントをいただいておりまして、それに対する、はい、お答えというものになります。ただ、一個一個使っている工具っていうのを事細かに説明していくと、とんでもない長さの尺になるなと思ったので、私はこういうのを使ってますという感じでさっくり、はい、ご紹介していこうかなというふうに思っています。ちょっとね、実家の方に何個か工具置いてきちゃってるような気がするので、思い出しながら、手元にあるものはご紹介していくという感じになるとは思うんですが、ご容赦いただければ幸いです。ということで、やっていきましょう。はい、一つ目はこれですね、メンテナンス台になります。私が使っているのが、ミノウラというメーカーさんのレーススタンドという名前のものになるんですけれども、これを買った理由っていうのが私ね、まず何を買っていいか分かんなかったんですよ。一番最初、メンテナンススタンド何買ったらいいか分かんないなと思った時に、一応いろいろ調べて、信頼できるメーカーと考えたミノウラさんっていうのがあって、かつメンテナンス台っていうと、どっかボキって折れるような、破損をしない限りは半永久的に使えるので、ここはずっと使うっていうのを見越していいのを買った方がいいんじゃないかと思ってこれを買ったんですね。ただね、今値段をちょっと Amazon の方で見てみたら、これ19,000円ぐらいするんですよ。バカ高いですよね。今、類似品とか、ゴリックスさんとかだったら大体1万円ぐらいで買えるかなと。1万円前後ぐらいの買ってれば、大きな問題はないかなとは思います。さあ、ではですね、ここからは手元にカメラを変えてですね、私が使っている工具ご紹介していこうかなと思うんですが、まずはこれですね。はい、サイクリストというメーカーさんでいいのかなの工具セットになります。これ私がオルトレじゃなくてニローネかな、一番最初にロードバイクを買った時に自分で、セルフメンテナンス多少できた方がいいかなと思って、これも最初何買っていいかわからなかったので工具セット買っちゃおうと思って買いました。これ1個買うと大体のセルフメンテナンスは全部できますよっていうのが謳い文句なんですね。で、値段がね、確かね、9,000円ぐらいだったかな。なんか1個出てるや。こんな感じですね。大体ものは揃っているという感じです。ここにね、チェーンカッターがあったんですけど、ぶっ壊れちゃったんで、ちょっともう中には入っていないんですが、正直これに関しては、買わなくてもいいかな。っていうのが私の、はい、正直な感想です。使える工具っていうのはあるんですよ。例えばこのスプロケットのリムーバー。これは普通に使えちゃいます。普通にね、精度も悪くないなという感じはするんですね。あとは、よいしょ、チェーンの、クイックリンクとかミッシングリンクとかを外すものですね。こういうも普通に、はい、使えたりするので、問題はないんですが、やっぱり、8,000円、9,000円そこらでこんだけの工具が揃うっていうのって、工具一個一個の、なんていうんでしょう、精度っていうのかなっていうのがあんまり高くないんですよね。で、ロードバイクの整備って結構繊細であったり緻密なことが、求められたりするので、正直ね、ちょっと心もとないんですよ、その精度のが弱いところはね。特に、このヘキサゴンレンチ、六角レンチですね。っていうのは、正直、怖い。これで、やっぱり作業を全部するっていうのは正直怖いなって思えるぐらいの、精度だったりするんですね。なので、実際使っているものも何個かはあるんですが、今後は、セルフメンテナンスやっていこうというふうに思われている方は、この工具セットは、正直手は出さなくてもいいかなというふうには思います。さあ次はロードバイクの整備やメンテナンスをする上で一番使うんじゃないかなっていうヘキサゴンレンチ、六角レンチなんですけれども、私が使っているのが、ガチャガチャすいません。よいしょ。ここのメンツかなっていう感じですね。まず一つずつ軽く紹介していくとしたら、これベラ。はい。ドイツのメーカーさんのものになって、これはね、言ってしまうと精度がバチバチにいいんですよね。六角の穴、例えば5ミリ
のこのヘキサゴンレンチ、5ミリの六角の穴に入れようって時にもううまく入んないぐらい。綺麗にグッて入れないとパチって入んないぐらい、もう余すことなく穴にバキって入るんですよね。なので、ものすごく信頼性のあって使うと気持ちいいんですが、これちょっとデメリットが一つあって、L 字の、工具になるんですね。で、ここは六角形なんですけど、こっち側は。でもこっちがボールポイントっていう丸になってるんですよ。こっち側はね。なので、ボールポイントで細かい作業をするとネジ山を壊す、ネジ穴を壊すってことにつながるから、こっちをやっぱり使うことになるんですね。L 側の。っていうことは、差し込んで回すと、こんだけの円周分使うというか、作業が、になっちゃうので、細かいところにこう差し込んで使うときに、グッて回して、抜いて、グッて入れて、また回して。で、これをね、何度もしないといけないってことになるから、精度はいいんだけど、効率の良さっていうのはあんまりっていう感じなんですよね。で、私が一番使ってるのは、よいしょ、こっちかな。ベータというメーカーさんの工具になるんですけど、これは、T 字にこうなっていて、こっちも六角形だし、こっちもボールポイントじゃなくて六角形なんですよね。なので、さっきと同じように、こういう使い方も当然できるけど、ここにこう刺して、このちっちゃい回転の中だけで作業ができたりするので、細かいところの作業でね、ザって刺したらここで回して完結できるっていう感じです。精度も正直、めちゃくちゃいいと思います。はい。ベラと比べるとっていう風に言われたら、こっちの方が勝るかなとは思うんですけど、全く問題がないぐらいの精度の高さなので、私は基本的にこっちを使ってるかな。このベータのヘキサゴンレンチセットがメインっていう感じですね。で、それと同じように私がめちゃくちゃメインで使ってるのが、よいしょ。これですね。デジタルトルクレンチ。SK11 でいいのかなというメーカーさんのやつで、これがあると、締め付けトルクの管理っていうのができるんですよね。ロードバイクの六角のボルトって、各いろんなところにあるのが、この締め付けトルク何ニュートンメートルで必ず締め付けてくださいねっていう表記があると思います。あれがきつすぎるとネジ壊れちゃったり、機材壊れちゃったりするし、緩かったら外れて大事故につながったりっていうのがするので、トルクっていうのがものすごくシビアになってくるんですよね。手の感覚だけだとやっぱり怖いっていうのがあるので、もうこのデジタルトルクレンチっていうのは絶対にセルフメンテナンスではもう必要な道具になってくると思います。ただ、これだけだと使えないんですよ。ソケットを差し込まないといけないってことになるので、そこで私が使っているのがこれです。トネというメーカーさんのヘキサゴンレンチのソケットになります。このトネっていうメーカーが、私もともとあんまり知識なかったんですけれども、私の友達っていうとちょっと恐れ多いかな、知り合いで、車を趣味にされている方がいるんですね。赤いスカイラインに乗っている。その方にトネいいよってに勧められて、で、使ってみようと思って買って使ったところ、ものすごく精度いいんですよ。もうベータと同じぐらいの精度の高さだなというふうに感じたので、これをソケットとして、ここをグッと押しながら差し込んで、で、これでこうやって使うっていう感じですね。ちょっと、これも使ってます。ちょっとおまけで出てきたんですけども、ラチェット。これは SK11、ここと同じものになるんですが、これだったら、もうね、こういう動きじゃなくて、もう、この動きで作業ができるので、これも効率がいいなというところです。これはもうね、ちょっと遊び半分。遊び半分、気分半分っていうところで使っている感じですね。なので作業としては、これでガッと外して、メンテナンス云々をして、これで途中までキューッと締めて、で、こっちに変えて、トルク管理をして最後仕上げるっていう感じの流れで私は使ってます。なんで、ベラはね、すごくいい工具で、精度もめちゃくちゃ気持ちいいんですけれども、作業効率を考えると、あまり使わなくなっちゃったかなっていう感じですね。さあ次にご紹介するのが、なんかこういうカチャカチャしたちっちゃいやつらなんですけれども、まずこれ、前回のどっかの動画で、ワイヤー関係張り替えた時に使ったやつなんですが、ニパコっていう、ニッパーですね。ワイヤーを切る専門のニッパーになります。シフトケーブルであったり、アウターのケーブル
なんかは全部これで切るっていう感じですね。普通のね、工具であるニッパーとかで切っちゃうと、ワイヤーって切った先がほつれちゃうんですよ。バラバラバラって。でもこういう専用のワイヤーカッターを使うと、パチンって切った先が綺麗にね、まとまったまま切れるので、まあケーブル関係をいじることがあれば、こういう専用のニッパーっていうのは必要になってくるかなと思います。で、これがシマノさんかなの、ディスクローターですね。ブレーキの。はい、ディスクブレーキのローターを、まあ、歪んでたりすると、ここに、シャキってね、この細い穴にローターをシャッて入れて、グッグッってこう、圧をかけたりして、水平に戻す、綺麗に戻すっていうやつです。まあ、これもいろんなメーカーから出てるし、まあ、どれがいいっていうわけではないんですけど、1本あった方が、今後、ディスクブレーキを使っていく上では心強いかなと思います。で、これがシマノ純正の、あれですね、スプロケットを取り外し取り付けとか使うやつかな。あとディスクブレーキのローターの取り付けにも使ったり、内セレーションタイプのものは使ったりするんですけれども、まあこれ単体では使えないので、このシマノ純正のものに、このソケットですね。さっきも登場したトネのソケット。まあこれをこういう風に入れて、さっきの、はい、トルクレンチとかを合体させて、こうやって使うという感じですね。うん。この部分に関しては、よいしょ、一番ね、最初の方に紹介した、このサイクリストっていうメーカーさんの工具セットの中にも、よいしょ、あるんですよ。同じものが。あるんですけど、これ、まあ、この動画ではちょっとわかりづらいし、わからないと思うので申し訳ないんですが、このね、外のガクガクガクってデコボコがあるところ、ここよく見ると、やっぱり精度が違うんですよね。純正の方が綺麗にそのボコボコしてるというか、ちょっとここ丸いんですよ。こっち側だと。こういうちょっとした精度の違いで、その工具というか、その自転車側の部品っていうのを舐めたり潰したりっていうことになって、取り返しがつかないことになりかねないので、やっぱりね、こういう安い工具セットっていうよりは、結果集めたらちょっとお金かかっちゃうんですけど、一個一個買い揃えていった方が、なんかいいっていう感じはしますね。次に紹介するのが、これも動画で多分やったことがあると思うんですけど、スーパー B というメーカーさんの、これはBB、ボトムブラケットの取り外し取り付けができる専用の工具になります。中身がですね、よいしょ。こんな感じですね。これはちょっと別です。はい。これは SK11 の普通のスパナになるんですね。これがないと作業できないんですよ。ここのボルトを 17mm のやつでこうやって入れて回さないといけないので、まあこれはまた別で購入したんですが、BB の取り外しから取り付けが全部できますよというものになります。まあこういう BB 取り付け取り外し、ほんといろんなところから出てるとは思うので、どれがいいとはなかなか言えないんですけれども、まあこのスーパー B のやつは、はい、評価も高いし、作業もすごくわかりやすいので、BB もね、今後自分でセルフメンテナンスとかもやろうかなと思っている方は、このスーパー B の、はい、商品はおすすめでございます。次にご紹介するのは、まあ、この辺りになってくるんですけど、ここに関しては正直、自分でやるよりもお店に頼んだ方がいいようなエリアにはなってくるんですが、まあ、ディスクブレーキのオイルですね。はい、ブレーキオイルの交換に使うものになります。まずこれオイル。一回交換して、このぐらいの減り方なので、あと、まあ、最低でも2回分ぐらい使えるかなっていう感じです。まあ、いろんなリットルで売ってるので、大量に買ってしまって腐るものではないんですけれども、まあ、500ml かな、これが確か。で、これがシマノさん純正のブリーディングキットです。まあ、オイル交換の時に絶対使うやつですね。シリンジが入っていたり、じょうろか。じょうろだったら水出しっぱなしになっちゃう。草木に水あげちゃうから。こんな感じですね。まあ、ここに新しいオイルを入れるだの、古いオイルが出てくるだの。まあ、作業はいろいろとそれぞれやり方はあると思います。まあ、ブレーキに関しては結構命に関わるところになるので、あんまり自分で自信がなければ、自信があってもね、ちょっとやるのは危険なのかなと思うんですが、私交換してみて今全く問題なく使えているので、まあ、一回覚えちゃえばいいかなっていう感じですね。ただこれだけだと正直心もとないんですよ。作業するのに。っていうので自分で買い足したりしたのがこの辺かな。このシリンジも
Amazon で買いましたね。何本かあった方が絶対作業効率上がるので。これまだ使ってないですか。あとは、これが純正でついていた管かな。この中に、はい、オイルをね、ピューって通して作業をするんですが、1個だけだと作業効率悪いかなと思って、ホームセンターで、はい、同じ内径のね、穴の太さのやつを買いました。これでも作業は全然できますね。で、スパナがね、7mm のものが必ず必要になるので、これが SK11 って買ったかなのものですね。これはここら辺は、ホームセンターとか、Amazon とかで買える。で、これがもう、ブリーディングキットになりますね。で、これ注意点なんですけど、マウンテンバイクとかのやつは、このブリーディングキットで確かできるんですけど、ロードバイクのディスクブレーキのキャリパー部分が、この最初についているこのスペーサーが合わないんですよ。どれ一つとして。合うタイプのやつがあったらごめんなさい。私の、このオルトラ XR3 の、はい、シマノの、キャリパーには合わなかったので、別途これを買いました。これシマノの純正のやつなんですけれども、なのでこれも Amazon で結局買うことになったかな。で、まあこれは100均ですね。100均で買った、はい、カラビナに、キャンプで使うようなロープをちょっとくくりつけてるんです。これどういうことかっていうと、ここにね、オイルを、溜めてる状態で、よいしょ。これを押したり、引いたりとか、いろんな作業をするんですけど、これをちょっと空中で置いときたいんですよ。でも、こうなりたくない。こうなりたくないから、このまま置きたいって時に、こういう風に入れて、こうやって吊るしとくみたいな。いう感じのために、はい。こういう風の自分で作ってやってますね。ここに関しては、純正のもので買って、後で自分が足りないとか、作業効率上げれるようなものとか、必要なものを買い足したっていう感じなんですけれども、正直ね、ブレーキは本当に気を使うところ、ちょっとでもミスをしたらそのまま命に繋がっちゃったりするところになるので、お店任せちゃってもいいかなっていうふうには思います。ここは無理して、揃えて自分でなんとかっていうよりは、できるもんなら試してみて、で、できなかったら素直にお店に行ってっていうようなちょっと踏み込んだところになってくるかなと思います。で、洗車とかのをやるときに、ディスクブレーキの場合、ブレーキのキャリパー部分にスペーサーね、挟むことになると思うんですけれども、それ専用のやつがちょっと実家の方に置いてきてしまっているようなので、画像ちょっと差し込んでおきますが、私はこういうものを使っています。ただね、正直、これいらないなって思うことがあって、っていうのが、よいしょ。こういう段ボールって、ね、出てくるじゃないですか。特に Amazon とかで買い物したら段ボールなんて腐るほど余ると思うんですけど、それを適当にこうちぎって、こういう風に折りたたんで、で、ブレーキのキャリパーのところにパンパンに、合うぐらいにこう挟み込んで、ここにさって挟めば、正直、できるじゃないですか。なんで、専用のスペーサーを、何もね、すごいお金高いものを選んで買う必要っていうのは正直ないなとは思うんですよ。でも買ってしまうのが世の常。私は画像のものを使っていますが、はい、どんなものでも大丈夫とは思うので、スペーサーは一つ、二つ、あった方が楽しいし、作業もね、簡単になるかなとは思います。はい、ではまとめです。今回はですね、私、園さんがメンテナンスや、整備なんかで使っている工具っていうのをなんとなく、ご紹介をさせていただきました。なんか漏れてる気がめちゃくちゃするのでもし漏れてるものがあったら概要欄の方に、はい、今回にも含めて、はい、記載しておこうかなとは思いますので、ご興味ある方は概要欄もぜひご覧いただければなと思います。整備ってぶっちゃけあれじゃないですか。お金払ったらお店でしっかりしてもらえるじゃないですか。それでいいじゃんというふうにも私も思うんですけれども、やっぱり自分でメンテナンス整備っていうのをすると、乗っている以上に、自転車にすごく愛着が湧くようになるので、問題のないちっちゃいところから始めて少しずつ、難しいところに手を出していければ、なんか気がついたらね、なんかオーバーホール自分でできちゃってるみたいな。それがいいなっていうふうに思ってます。私の目標は、もうお店でやってもらえるのと同じようなオーバーホールっていうのも自分で、できるようになるっていうのが、一つの目標にはなってます。ブレーキのね、オイル交換、ブリーディングっていうのもこの前自分でやって、何の問題もない、逆さにしても、エアも紙も一切ないっていう風にできたので、あとフロントディレイラーだけですね。外して清掃してもう一回つけて調整するっていうのが、フロントディレイラーができるようになったら、
まあ、とりあえず全部できはするかなっていうところまでは来ているので、まあ、今後少しずつね、無理しない程度にやっていこうかなというふうには思っています。うわ、なんか忘れてる気するわ。まあ今回は、これくらいかな。はい。以上。それではまたお会いしましょう。バイバイ。この前キャンプ行ったから、ね、洗車しないとね。